帰っていけるので、なるほど。もしこのままになると、これ必ず遅れるんです。電部。日本で言うと戻りですかね。これがデブ。打った後のこれがデブ。戻って。これがデブ。はい、打って戻る。どうぞ。ニーハー、リンリン。今日の動画はですね、初心者必見と言っても過言ではない基礎中の基礎だけどもちょっと忘れがちでおろそかになってしまっているっていう大事な技術を今回は紹介していただきたいと思うんですけども、はい、今回やるのは電部。電部。はい。日本で言うと戻りですかね。自然にできる動作なんです。はい、卓球にすごく重要なのは、はい、戻る、はい、戻り、はい、これはよく言葉聞くことあるんですけども、はい、これを中国では電部、はい、電部、電部、はい、と言うんですね。そうです。なるほど、なるほど。これを取り入れることによって、はい、次のプレーにより早くつながったりとか、そうですね。あとは姿勢、はい、バランス崩さない、はい、できるようになります。できるようになる、はい、っていう技術になりますので、はい、で今回は実際にボールを打っていただいたりとかして、いろいろなその電部の戻りの練習方法、あとはその効果、はい、でないとどうなってしまうのかっていうのも含めて今回撮ってますので、はい、ぜひ皆さんそれを参考にしていただけたらと思います。それでは動画どうぞ。どうぞ。どうぞ。じゃあ、サーブからの、はい、電部、電部、はい、お願いします。はい。フォアサーブ、バックサーブ両方あるんですけど、はい、まずバックサーブからの電部。電部っていうのはもう戻りなので、自然の動作になります。じゃあちょっといってね。一回、多分今見てても分かんないぐらいだと思うんですけど、出してこの動作です。これなかったらどんな感じになるか。はい、じゃあいきます。なるほど。ちょっとね、っぱなし。はい。だけど、そう足そのままでなんかパン、できないことはないんだけど、ちょうど場所がボールがここに来たらいいです。もし他のところへ行った時にはもう動けないです。なるほど。くっついてるので地面に。だからこのテープをすることによってそのバネでまだ他のところ飛べるので。じゃあなくてはならない。なくてはならない存在が電部ということですね。そうですそうです。必ず戻りがある。戻りがあると。はい。これフォアに。こういう感じでいけるので、もしこのままになると、これ必ず遅れるんです。電部がないと。だから自然の動作です。これ中級以上であれば、小級から抜けていくと、もうみんな自然にできることです。で、できてないと、次のボールつながらないので、ラリーもできない。じゃあもう初級から中級に行くには、もうこれ自然にできてないといけない戻りの技術であると。はい、小水部の一つ手前のぐらいの技術です。自然にできる動作、そこまで意識しなくても、サーブから3球目を打とうとすると、必ずこの動作がある。レシーブから4球目を打とうとすると、何かをしようとするときに必ずこの動作がついてるが電部です。これはやり方としては、小水分のやり方と一緒というか、要は重心としてそうですね、似てるような感じなんだけど、動くよりも戻るという意識でいいかなって思います。一回リセットをするような。リセットする。はい、そうです。リセットをするような。ちっちゃいジャンプって考える。そうですね。はい。これイメージ的には、ジャンプの動作って布団を使ったり、ちょっと上半身も使うようなイメージあるじゃないですか。これどこで今足がポンって飛んでる状況なんですか？リズムで飛んでる感じ。筋肉的には使ってる場所とするとふくらはぎぐらいですか？そうですね。ふくらはぎともう足の方なんですよね。なるべく地面に近いところだけでピョンってしてる。あまり大きく飛んでいくとそれも間に合わないので、サーブ出しはいこれも間に合わないです。ほんとちょっとした動作なので、出して戻るという動作。だけど出してそのまま戻らないで次に行くとちょっと変なんですよね。次につながらない感じでちょっと動きが不自然。次に行くための戻りなので構えている動作。なるほど。じゃあ小水部よりももう一個前に必要な
まあちょっと個人的な考えなんだけど、伝部っていうのはまあほぼ1回って感じが多いですからね。戻る。1回だけ。小水部は何回でもありです。なるほどなるほど。2回でも OK、2回でも3回でも何回でもある。何回でも OK。小水部はどちらかといったら準備だったり調整だったり、そうベストの位置に持っていく準備。伝部というのはベストの位置まで行けるかどうかわからない状態。だけど行くための動くための準備です。じゃあ行けるかどうかわからないです。必ずこれがないと月はいけないので。で行くために伝部してからそれから小水部でつなげる。じゃあもう本当用意ドンでいう用意の部分が伝部。あ、そうです。でドンになったら小水部が使って打つみたいな。そういうことです。そういうふうに理解していただければと思います。なるほど。すごく重要な技術。ありがとうございます。自然にできているものだと思います。じゃあもう本当上半身使わずに、まあ手使ったりもせずに、本当に足元だけで。足元だけでみんなあると思います。今ちゃんたちもみんな速いと思うんですよ。じゃあもうサーブ練習とかするときは、もうサーブも大事なんだけど、しっかりその伝部の練習も含めてサーブ練習とかも、レシーブの練習も、もし戻りが遅い場合はやった方がいいと思うんですよ。遅い場合はこう戻りが遅い場合はサーブ出したほとんど戻らない方はそれ意識してこれをやった方がいいと思うんです。ただ私主にはサーブとあとサーブからの伝部戻り、これを分けてやった方がいいです。サーブ出すときにはこうサーブのみでやってて、でもし戻りの練習のときはサーブ出さずに意識を戻りの方にある。だからラケットを使わずに、使っても構わないんだけどボール使わない。でこういう感じでサーブ出してまずこの動作のみ分けてやってる感じで、結構こういう感じでも癖になってサーブ出してこう戻るサーブ出して戻る練習こうテンポやる方結構勘違いしてるのはこうサーブやりながらも戻ってるんですよね。なるほど。サーブ出してるもう戻ってる感じで、だからサーブも中途半端うまく出せない。サーブがちょっとパフォーマンスが落ちちゃうんですね。そうです。やり方練習の仕方間違えちゃう。しっかり分けて、サーブはサーブでしっかり磨いて、伝部は伝部でしっかり磨いてってしないと中途半端になっちゃう。中途半端です。伝部しながらサーブやってる感じ。なるほど。結構いるんですよ。じゃあそこは練習するとき気をつけなきゃいけないポイントです。そうですね。私的には分けてやってます。ありがとうございます。さすがです。今が伝部ね。今戻ったところが。なるほど。伝部が戻るのはこう小さいこう飛ぶ感じで、小さいにもう今持つ前後の伝部な前からの後ろの伝部。これが両足同時に床につくようにですね。これがないとなんかこう一歩ずつの戻ると次のボール間に合わないので。歩で動くんじゃなくて、もうステップ両足で。そうです。なるほど。なるほど。じゃあ一歩ずつ動いたらどうなってしまうのか。まあできないことはないけど、なんか崩れていく。試合でこういうふうにやる方結構見られますね。そうですね。ゆっくりでこう後ろに歩きながらボール触ってる感じで、次はつながらない。遅れちゃう感じですよ。それがしっかり伝部ができてると早いです。早く次が早く返せるのと、次の動作も余裕を持って早くいける。じゃないと一歩ずつの先のこれでもうバランス崩れて終わってるので次いけないの。じゃあもう戻りの速さが次のプレーの速さとか余裕につながるっていうことが大事なんですね。男子って回り込んでかけてからってあるじゃないですか。そのかけた後の伝部みたいです。回り込みドライブの感じで。なるほど。ドライブした後のこれが伝部。そう。一回戻る。伝部がついてるのは次遠く飛ぶためもあるし、もう一つはバックに変えてきても対応できるんですよ。なるほど。今のじゃあ両方どっちに来るかわかんない。これもできるので、いつもできるので。これもし伝部しないで、回り込んで打った場所でいて、そのままやってそのままやってもいけない。多分転ぶかもしれない。
あ、そういう感じ。なるほど、遅れちゃう。行かない。いけない。でも戻れない。僕よくこれになります。全部してください。全部しないとダメですね。よくこれになります。はい。あ、そういうことだったんですね。シェフになる方多いと思うんですよ。一回行ってもう戻れないそうなんです。だから一回こうやってから一回戻ることによって実は全部入ったらもう戻ってるじゃないですか。はい。そうすると実はこの時点でもういつも構えているところと同じですよ。バック来たらバック、ファー来たら両ハンドで構えてる。でもしここでやって全部してない戻ってないとほら遠いじゃないですか。だからここ構えるのはここからしてる感じですよ。相当遠いです。だから届かない。じゃあ伝部ができると、思い切ったレシーブもできるってことですね。戻るんです。その後もう戻ってるからまだ構える位置とほぼ同じなので両方できます。思い切ったレシーブが一か八かっていうふうに思ってやってたんですけど、これ伝部することによって思い切ったレシーブから次のプレーまで持っていける。はい、そうです。じゃあ両方どっちに来るか。こんな感じ。バックも構えてるんじゃないですか今も。実はどこでもいけるんです。回り込んだら絶対飛びすぎじゃないといけない、そういう決まりもないので、万が一相手がフォアに駆動してる感じで読んだらもう一回あえて回り込んでももう一回バックに狙うパターンもあるじゃないですか。そうすると、結構詰まったりする方が多いんですね。回り込んだら絶対そっちと思って絶対こっちになると詰まる。だからこれ全部戻ってないから全部するともう次バックもでもできる。はい両方止まらないどっちに来ても。ありがとうございます。ものすごい大事な技術。運動初心者たちの全部の練習、ワンコースでも全部の練習でもできるし、ワンコースでかける打って一回全部して戻る。ちょっとゆっくりめに。はい。なるほど。これがデブ。打った後のこれがデブ。戻って。これがデブ。はい、打って戻る。打ってデブ。全部。なるほど。ああ、こういう練習方法があるんです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。スタート。1、2、2、1、1、2、2、1、2。はい、ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。全然違いますね。はい。全然違います。そんな違うもんなんですか。はい。伝部を使うことによって打球点すら変わりましたね。そうですね。はい。戻ると戻らないとさあ全然違いますね。次に行けるか行けないかの差になりますので。日本でよく言われるのは、その手を戻すとか、左手をしっかり戻すとか。体の向きを戻すとか、そういうなんか上半身の戻りっていうのはよく意識することあったんですけど、やっぱ足なんですね。あ、そうですね。7割足になっているので、足で届く場所はほとんど、ワンコースだったら皆さんほとんど入るんじゃないですか、ミスしない。で、ミスするときは動くときですね。だからその足の方が届いてないときは、位置ちゃんと微調整してないときにはミス出るので。足からの方がいいと思います。足の戻りが、でも上半身の戻りにもつながってるってことですね。そうです、そうです。はい。そういうことだったんですね。はい。すごく勉強になりました。皆さんもぜひ参考にして練習取り組んでみてください。はい。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。せーの。再见。リンリン卓球は神奈川県相模原市の卓球場です。
中国の元プロ選手が練成します。子供と大人の教室があって、初心者の方も関係です。ご来店お待ちしています。ご視聴ありがとうございます。動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。再见。